かして運命。翼さんですよね。お世話になっております。マネージャーがお呼びするようにって。バックルームまでお願いできますか？お伝えし忘れたことがあるって。どうぞこちらです。お願いします。3分だけでいいのでお時間をください。嘘をついてごめんなさい。私アイドル志望で歌とダンスを見てほしいんです。お願いします。それは運命だった。どうでしょう。翼さんに所属できるでしょうか？お願いします。どんなことだってやります。きっと平凡な高校生だなって思われたと思うんですけど。大声を出しますよ。本当ですか？じゃあ名前は。それはヤクモナナミです。連絡はこの番号にください。これは反対されてるんです。お姉ちゃんには秘密にしてください。運命だった。七草にちか合格。取り消せませんよ。お姉ちゃんにも取り消せないように大声出してるんです。私翼プロで研修しまーす。そうじゃなかったとしても
運命にしなきゃ。ティタタティーティーティーパタタタプロデューサーさん？もう、今めっちゃ可愛くやったじゃないですか。見てなかったでしょ。絶対見てなかった。超嘘つき。もう、プロデューサーさんひどい。じゃあ、もう一回やるので、アドバイスください。ティタタティーティーティーパタタタわかってる。そうでしょ。でも可愛いで言ったらさっきのやつかな。じゃあ、もう一回やりますね。絶対ですよ。せーの。ティタタティーティーティーパタタタわかってるってば。翼プロ所属の七草にちかでした。私を見る、その目。早くレッスンしたいな。本当は期待してないっていう目。話はわかったけど、ウィングで優勝できたら続けてもいい。ウィング、優勝ってそんな。それが条件。できなかったらそこまでで諦める。約束できる？遊びじゃないんですよ。もう、頑張ってますよ。優勝するぞ私はどうですかね。プロデューサーさんの経験的に。じゃあ基礎なんてすぐついちゃいますよね、きっと。そうなんですかね。焦るなぁ。その目に言わせてやる。私、思い出を作りに来たわけじゃないので。自分の見る目がなかったって。
プロデューサーさん。そうだったんですか？連絡してくれたら時間ずらしたのに。いいんです。ここでちょっと見てるだけで。ナミちゃんのレコード少し前に買い取られたみたいで飾ってあるから。そうですよ。あの時は焦ってナミちゃんの名前しか浮かばなくって。っていうかプロデューサーさん、ナミちゃん知ってるんですか？そうです嘘！私の周り誰も知らないんですよ。大通りのたくさん人が行き交う中のそこだけ特別に見えたんだって。聞こえてきたんだって、声が。その特別な女の子の声が。プロデューサーさん、ちゃんと聞いてます？ナミちゃんのスカウトの話、すごいですよね。昔の動画いくつか上がってるんですけど、これがめっちゃめちゃ良くて。はい耳、イヤホン、ボリューム上げますね。見てもらった方が早いんで。それは慣れるかどうかはともかくですけど、ナミちゃんが私の最初のアイドルなので。それはいいじゃないですか。勝てば文句ないってお姉ちゃんがしてきた約束です。イヤホンもらいます。でしょ？プロデューサーさん分かってるじゃないですか。
のこと知らなかったらアイドル目指してないです。でも似てるっていうのは具体的にどういうとこがですかね。似てるわけないけど似てたらやばいなぁ。感想それですか？うまいのは当然じゃないですか。ほら、もっとありますよね。ですね。それで？嘘でしょ？もっと感想ありますよね、普通。私の全部の始まりの人なんですよ、ナミちゃんは。知ってますよ。だから、どっちみちいつか私が勝手に応募したことバレたとは思うんですけど。やるしかないんだから。お願いします。もっと靴に合わせなきゃって言ってたんですよ。足に合わせて靴を選ぶんじゃなくて、靴に自分を合わせなきゃって。ナミちゃんのインタビュー記事の話です。じゃなきゃいろんな靴を履かせてもらう意味がないって。素敵な靴いっぱい履けていいな。私トレーニングシューズで終わっちゃったら。すみません、お願いします。このステップじゃなきゃ。私全然大丈夫です。全然やれます。お願いします。そんなことなんでプロデューサーさんにわかるんですか？帰っていいですよ。私もうちょっとやってくので。じゃあどうやったらうまくいきますか？
ミちゃんのステップ、今やったら絶対話題になります。評論家の人とかも注目してくれて、流行るかも。現実見てるからですよ。だって誰が見てくれるんですか？私のことなんか。道で立ってるだけじゃ、ただの人混みなんですよ、私。靴に合わせなきゃダメなんです。ナミちゃんの靴に合わせなきゃ。私の足はいつまで経っても私の足じゃないですか。ナミちゃんの靴で踊らなきゃライトなんて当たるわけないって。私が私の精一杯をやって私が満足したって意味ないって分かってるじゃないですか。時間もったいないです。私このステップやめないので、やるしかないので。帰ります。帰って練習します。そうだよ。そうするしかないんだから。社長、打ち合わせが応接室になったので待機させてください。社長？誰もいないですか？入っちゃいますよ。すごい。こんな部屋だったんだ。トロフィーとかいっぱい。あ、レコードもある。ナミちゃんの12インチだ。なんでこんなとこに。大丈夫です。泣いても笑っても今日が最後なので。
面白くもないのに、どうやって笑えばいいんです？でも、バリエーションもつけときたいので、今から。はい。そろそろ休んでくれですか？それをやっちゃったら、私、本当に、最後だから。プロデューサーさんは、思わないんですか？そんなの、アイドルでいられる最後ってことです。知ってるじゃないですか。何が言いたいんですか？アイドルでいるってことです。苦しんでません。全然。喜んで練習してるじゃないですか。私、でも、そんなこと言ったって、私。私は、ナミちゃん。すごい。これって白板。タイトル手書きになってる。え？
私は、ナミちゃん。じゃない。ウィングで優勝できたら、続けてもいい。それが条件。できなかったら、作りました。さっき、トイレで。予言してください。うまくいくって。言ってください。可愛いって。可愛い。うまくいく。大丈夫。可愛い。うまくいく。大丈夫。私、はい。私は、怖くて。怖くて。怖くて、怖くて。怖くて。たまらないです。笑えとか、笑うなとか。鏡、見てきます。私は、ナミちゃんじゃない。
んな顔していますか？どんな顔、私払えて。私は私。プロデューサーさん。ありがとうございます。嬉しい涙ですよ。ナミちゃんにもお礼言ってたんです。今。ナミちゃんがいなかったら、私。右耳。ボリューム上げますね。これ聞いてた途中だったので。ナミちゃん。
からないです。私も。白板を見つけて、この曲の、そうだよの白板。ラベルに曲名が手書きで入ってて、でも曲名がリリースされたのと違って、これそうだよって曲で、そうだよに誓ってずっと背中を押してくれてた歌なんですけど、でもラベルにはそうなのってナミちゃんの字で、きっとナミちゃん本当は歌いたかったこと別にあったんじゃないかって。本当はちょっと思ってたんです。この曲なんていうか悲しいなって。でも悲しいから好きだったのかもしれなくって。わかってます。多分。プロデューサーさん。そうだよ。赤い絨毯かけて。そうだよ。月まで立っていけるわ。見つけるよ。私のための、私だけの靴。